皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢について取り上げていきます。地上波のニュース報道においては、戦争が日常化することに伴って、日々起きている出来事についてはほとんど取り上げてくれないようになりました。このチャンネルでは、戦争の日常化に対して抵抗するためにも、きっちりと今何が起こっているのか、その変化について日々取り上げていこうと思っています。ぜひともこのチャンネルの登録をして、戦争が続いているんだぞということを忘れないようにしていってください。今回最初に取り上げる話題は、ウクライナ軍によるロシア本国に対する遠距離攻撃、国境から約 2000km 先の施設に対する攻撃が到達したようです。ウクライナのキーウポストの報道によると、攻撃対象となったのは、ロシアのチュメニ州アンティピノ地区の工業地帯、チュメニ石油精製所だと見られています。この製油所はガソリン、ディーゼル、その他の石油製品を生産しています。住民らがインターネットに投稿した内容によると、施設では2回の爆発音が響き、消防車や救急車が現場に急行する姿が捉えられたとのことです。そしてこちらが被害の様子。攻撃が命中したのは施設の冷却装置だったそうです。この被害状況だけではこの施設の操業を止めるには至らなかったでしょう。しかし、これだけ遠くの施設ということもあり、ロシア側はほとんど無防備だったようです。一回でもこのような攻撃が成功すると、ロシア側も体制の見直しをしなければなりません。それは経済的なコストを伴うもので、ロシアの攻撃能力に割くお金が防御に回るという意味でも、ウクライナにとっては意味があります。続いて、先日行わたウクライナ軍の攻撃の続報。こちらの映像はクリミア半島にある石油ターミナルに対する攻撃が成功した様子です。施設が大炎上して消火活動が行われています。夜が明けてもなかなか鎮火することができず、住民が立ち上る黒煙の様子を撮影、インターネットに投稿しています。なかなか火が収まらないということもあり、周辺の住民たちは我先にとガソリンスタンドに殺到し、渋滞が発生しています。しかし、このように人々が駆けつけたとしても、ガソリンスタンドでは燃料供給が絞られていることもあり、価格が高騰、そして1人当たりの給油量については規制がなされているとのことです。このようなガソリンの供給不足といったものは全国的に起こっているわけではなく、深刻になっている地域と深刻ではない今まで通りの地域にかなり分かれている様子です。クリミア半島だけではなく深刻な状況に陥っているのはブリャンスク州などにおいても同様のようです。こちらはガソリンスタンドに多くの人々が詰めかけているにもかかわらず、ガソリンの販売規制によってなかなか自分の順番が回ってこない渋滞が発生しています。こうした燃料不足が発生していることに伴って影響を受けている企業の中には廃業に追い込まれるところも出ているようです。フォーブスの記事より、深刻化するロシアの燃料危機、供給不足で廃業するガソリンスタンドも。ロシアの燃料危機は深刻化しており、政府はもはや問題の規模を隠しきれなくなっている。ロシア紙イズベシチアによると、不当な値上げに対し、連邦独占禁止局は全国のガソリンスタンド事業者に警告を出し始めた。年初以降、ロシアでは燃料価格が40% から 50% 上昇し、物価上昇の圧力が国民にのしかかっている。ガソリン価格の高騰により、ロシアのガソリンスタンド経営者の多くが廃業の危機に瀕している。ロシア紙コメルサントは、ガソリンの深刻な供給障害により、ロシアの占領下にあるウクライナ南部クリミア半島のガソリンスタンドの約半数が営業を停止したと報じた。ロシア燃料連合は、一部地域では卸売価格が小売価格と同等かそれを上回っており、ガソリンスタンドが赤字に陥っていると警告した。ロシアのプラウダ紙によると、出荷遅延は最大で2ヶ月に及んでおり、ロシアのガソリンスタンドの約6割を占める独立系事業者が次々と廃業に追い込まれている。ロシアの経済学者イムゼムツェフ博士は、ウクライナ軍がロシアの製油所を標的としていることで、ロシアは過去数年間で最も深刻な燃料危機に陥っていると指摘。5月以降、ロシアでは300件以上の独立系燃料小売業者が廃業を余儀なくされたと推定している。イギリスのロイター通信によると、ロシア政府はすでにガソリンの輸出を禁止しており、ディーゼル燃料の輸出制限も検討中。ウクライナ側の報道では、燃料不足はロシア国内20以上の地域に拡大中。ロシアの評論家マクシム・カラシニコフが状況は悪化していると動画を投稿し、彼は燃料危機は今まさに進行中だ。燃料カードを使った配給制に切り替える必要があると主張する人々の声が強まりつつあると解説した。ロシア政府は事態を収拾するため、
緊急措置を講じようとしている。ロシアのノバク副首相は中国、韓国、シンガポールからのガソリンの輸入関税を免除し、2016年から禁止されている億単価工場剤を一時的に再導入して国内供給を拡大する計画の概要を発表した。ロシア当局はベラルーシからの輸入を増やすことで市場に供給されることを期待している。これらの措置は状況を緩和するかもしれないが、ロシアはより深刻な構造的問題を抱えている。制裁や戦争、老朽化した油田の影響でロシアの石油生産量は減少しており、2030年までに埋蔵量の大半は採算が取れなくなる可能性がある。一つ一つの攻撃ではロシアという国家が倒れるわけではありません。しかし確実に状況が悪くなることによってその影響が他へと伝わってさらに負の連鎖といったものを生み出していくこととなります。現在の燃料価格の高騰やもしくは燃料の供給不足といったものがまずは小売業者に打撃を与え、それに伴ってガソリンスタンドの廃業といったものが各地で発生し始めることとなります。それは人々にとってより身近なガソリンスタンドが失われることとなり、より遠くのガソリンスタンドに行かなければなりません。当然のように不要なガソリン消費が増えるわけですから、さらに燃料の消費量もより無駄に失われていくわけで、状況の悪化に拍車をかけることでしょう。続いて、前回の動画の少し続きなのですが、ロシア軍が騎兵を戦場に投入するかもしれない。このような話をしました。その後、前線ではさすがに騎兵は使ってはいないが、ロバは今でも現役だよというような報告がロシア兵から上がっています。前線における物資の輸送ルートにおいては、軍用車両が足らず、民間車両を使うことも多くなっています。しかし、そのような車両すらも足らない部分においては、ロバの活用といったものも行われているようです。部隊によっては、このようなロバを、食べてしまうという話もあることによって、前線でのロバ使用といったものは拡大しないだろうと予測されています。ちなみに現場における軍用兵器類の不足については深刻な部隊があちこちに発生しています。こちらの兵器はもともとは装甲車両の上に付けられていた機関砲を一般に売られている車両に無理やりくっつけたものです。このような手法は世界各国ゲリラ組織などで見られる手法で、ロシアのような大国が取り組んでいるのはなかなか珍しい光景だと言われています。ただしこのようなヘンテコ兵器については2022年当時からすでに存在していることから、ロシア軍にとってはもはや日常の光景になっているのかもしれません。続いてアメリカの動きについて、トランプ大統領、ウクライナへの巡航ミサイルトマホーク供与の意向をほぼ固める。トランプ大統領はウクライナへの巡航ミサイルトマホーク供与についてほぼ決まったことを明らかにした上で、用途を知りたいと述べました。トランプ大統領の発言、トマホーク供与は大体決めたようなものだ。ウクライナにトマホークをどう使うのか、どこに送るのか聞いてみたいし、がねばならない。また、事態のエスカレーションは見たくないと述べ、慎重な姿勢もにじませました。トマホークは射程約 1600km で、ウクライナからモスクワを射程圏内に収めることができます。記事の見出しとしては、供与の意向をほぼ固めるとはしていますが、発言それ自体を見ると、事態のエスカレーションは避けたいとも述べており、私はまだまだトマホークが実際にウクライナに渡るかどうかは疑問視しています。ただし私の予想が完全に外れて、トランプ大統領がウクライナにトマホークミサイルをどんどんと送ってくれるというのであれば、それは大歓迎すべきことでしょう。なぜならば、トマホークミサイルはウクライナ軍が現在所有している遠距離攻撃兵器よりもはるかに高性能で破壊力も上だからです。戦争研究所ではトマホークミサイルの長射程バージョン 2500km 射程の場合であれば、ロシア西部における主要な軍事施設1945を射程圏内に収めることができると分析しています。射程が 1600km のバージョンであっても、軍事目標1655カ所に対する攻撃が可能となり、ウクライナに大きな戦力をもたらすことができます。なお、日本国内においては、巡航ミサイルトマホークが歴史ある兵器になっていることもあり、こんな古いものは役に立たないとコメントされる方が時々現れます。しかしそれは大きな間違いです。トマホークミサイルが開発・生産が始められたというのが昔だというのはその通りなのですが、軍事兵器は
順次バージョンアップが行われています。ですから、現在の巡航ミサイルトマホークは地形データを元にしてどのような妨害があったとしても目的地にかなりの精度で到達することができます。破壊力についても十分、射程距離も十分、そして妨害に対しても強いとあって、遠距離攻撃兵器としては非常に高いレベルを有しているのです。ただし、一発2億円という金額ということもあって、大量にトマホークミサイルを生産もしくは供与するといったことはなかなか難しいものです。トランプ大統領がトマホークミサイルのウクライナ行きを認めたとあっても、それが何発になるかによって戦況に対する影響は異なるでしょう。もちろん多ければ多いほどロシアの施設を破壊することが進んでいくので、戦争に対する影響は拡大することとなります。逆に数がものすごく少なければ象徴的な意味はあったとしても、実質的な効果は小さなものにとどまってしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、役に立ったなと思われる方は他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。